はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。スーパーに行くとお肉の切り方が色々あって何を買えばいいのかわからない時ありますよね。焼肉用、しゃぶしゃぶ用、ブロック、薄切り、細切れ、切り落とし、今日はそんな肉の違いを見ています。それでは早速やっていきましょう。スーパーに買い物に行くと同じ部位のお肉でも色々なカットの仕方があってどれを買えばいいのかわからない時ありますよね。まずは部位をどれにするのか、その後で同じ部位でもカットの種類が様々あります。結論から言えばどれでもいいです。薄いお肉でカツをしても唐揚げをしても間違いではないですし、豚バラで生姜焼きを作っても美味しいし、豚のロースで生姜焼きを作っても美味しいです。それぞれメリットや美味しさもあります。この種類だからこのカットだからこの料理をしちゃいけないとかはありません。ただこんなものを作りたいとイメージしているならお肉のカットの仕方も分かっていた方がより料理の失敗も少なくなります。カットの仕方はお店や地域などでも違いがあるかもしれません。今回行ったお店だと豚のバラ肉だけでもしゃぶしゃぶ用、焼肉用、ブロック、角切り、薄切り、切り落としなど細かく分かれていました。しゃぶしゃぶ用はそのまましゃぶしゃぶ用の薄くカットされたものです。カットされたお肉の中では厚さが一番薄いです。焼肉用は少し厚めのカットで、しゃぶしゃぶ用などに比べると一枚一枚短くカットされています。ブロックは角煮やチャーシューを塊で作るのに向いています。角切りは角煮やさらに細かくカットしてカレーなどに使っても使いやすいです。薄切り、切り落とし、細切れって特に分かりにくいですよね。薄切りは肉の部位、大きさ、厚さも均一。切り落としは肉の部位、厚さは均一。大きさはバラバラ。細切れは肉の種類、大きさ、厚さ、すべてバラバラと言われています。こちらもお店や地域でももしかしたら違いがある可能性もあります。ということで今回は切り落としと細切れのお肉を買ってきました。スーパーでも比較的値段も安いのでこの2種類は使うことも多いと思います。2種類を出してみましょう。確かに細切れは種類もバラバラで大きさや厚さも様々です。切り落としは全て豚バラですが大きさはバラバラで厚さは揃っていますね。焼くとどんな違いがあるのか見てみましょう。今回はクラウドファンディングで誕生した俺の塩島田で食べてみましょう。プロジェクトに参加していただいた皆さん本当にありがとうございます。あと少しで全ての発送が完了しそうです。Twitter などでもたくさんの美味しいという投稿をしていただきありがとうございます。見ていてとても嬉しいです。現在俺の塩とガーリックライスの素は販売していませんが島田のタレは Amazon でも買えるようになったのでもしよければそちらもご利用ください。このタレは幕開け限定のパッケージとなっています。手作りのため在庫がすぐなくなってしまって申し訳ございません。それではお肉を焼いてみましょう。まずは切り落としです。薄いけど家でフライパンで焼くなら火も通りやすく調理しやすそうです。大きさは差がありますが厚さが均等なので使いやすそうです。次は細切れを焼いています。厚さや大きさに違いがあり一枚一枚焼くのには適していなそうです。まとめて炒め物などに使うのが使いやすそうです。今日はせっかくなので余ったお肉でペッパーランチ風の焼き飯を作って食べてみます。まずはビニール袋にお肉を入れてガーリックライスの素、島田のタレを入れてよく揉み込んでおきます。ホットプレートにご飯を乗せてその周りにお肉を置いてコーン、万能ネギ、バター、ブラックペッパー、仕上げにちょっと島田のタレをかけて準備は完了です。それでは早速食べていきましょう。いただきます。今日はウエストコーストブリューイングのクリスピーボーイを飲んでみます。ラベルの絵からしてホップが強そうですね。ちなみにこのラベルのキャラクターがクリスピーボーイみたいです。大好物のホップを食べ過ぎて気づけば倉庫の中身はほぼ空っぽに。どうにか残っていたザーツを使い歴史深いチェコの手法で作ったビールがこれだとのことです。ザーツとはチェコのホップの種類です。ラベルの絵からして強烈な苦味をイメージしていましたが甘みもあり苦味とのバランスがいいです。後を引かない飲みやすさです。それではお肉とご飯をよく混ぜてしっかりと焼いていきます。はじめの一番大事なかき混ぜる瞬間をいぶし銀銀丸が取り忘れていました。途中からお届けします。この島田のタレの焼ける匂いが悪魔的です。この匂いでご飯がいけそうです。またタレがバターとよく合うんですよね。タレとバターを合わせてローストビーフとかにかけてもありです。
見た目とのギャップゼロ。見るからに美味しそうで食べてもうまい。画面越しに絶対うまいって伝わるやつです。辛いのが好きなら豆板醤とかコチュジャンを少量足してもいいかもしれません。タレで肉を揉み込まないで俺の塩島田で揉み込むのもありです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。細切れと切り落としの違いいかがでしたか？スーパーに行った際はもう一度よく確認してみてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。